れでわかるワシリー・カンディンスキー。1866年12月16日、モスクワの裕福な茶の商人の家に生まれる。親が離婚し、父と母方のおばにオデッサで育てられる。母方のおばっていうのがちょっと面白いですよね。カンディンスキーはこのおばにチェロやピアノを教わります。もちろん絵の方も小さい時から天才的に上手でした。グレコフ・オデッサ美術大学に入学。その後、美術の道に進むのかと思いきや、卒業後、モスクワ大学に入学し、法律と経済を学び、大学講師になる。音楽でも美術でもない方向に行くんですね。でもまた方向転換するんです。教職を捨て30歳を過ぎてから絵を本格的に学び始める。そのきっかけになったのは、クロード・モネの積みわらに強い衝撃を受けたことでした。カンディンスキーは初めて見たときは、その絵が何を描いてあるのか理解できませんでした。しかしその色彩の強さ、美しさに心打たれます。アカデミックな美術では、物の形をしっかり捉えることを重視しますが、モネの絵はその価値観を点灯させました。形がきちんと理解できていなくても絵画は成立する。色彩の美しさを追い求めることもまた絵画である。この思いがカンディンスキーを抽象画家の道へ歩ませるんですね。ミュンヘンアカデミーに入学、パール・クレイと出会う。1911年にはフランツ・マルクと共に青騎士を結成し、ドイツの前衛芸術運動で活躍し始める。この前衛芸術運動ですが、20世紀初頭に起こったドイツの表現主義のことを指します。内面的、感情的、精神的なものなど、目に見えないものを主観的に強調する様式です。青騎士という名前の由来は、実はマルクが馬好きでカンディンスキーが騎士好きだったとか、そんな説もあります。この頃恋愛の本も充実していたみたいで、画家のガブリエーレとヨーロッパ中を旅していたとか。第一次世界大戦が勃発。ドイツ国外へ退去命令。ガブリエーレと別れモスクワへ。当初、モスクワにおいての前衛芸術は、レーニンによって革命的として認められており、カンディンスキーは政治委員などを務めていました。それがレーニンの死からスターリンへと政権が移り、モスクワ共産主義の中では抽象美術理論は疎んじられるようになっていきました。ロシア革命があったこの頃、カンディンスキーの生活は貧しく大変だったそうです。そんな時、ドイツのワイマールでクレーの紹介によりバウハウスの教官になる。ここでまたクレー登場です。ミュンヘンアカデミーで出会えていてよかった。この2人は音楽好きで、音を視覚化することで生み出された抽象絵画を描いたという共通点があります。絵を見ても2人が通じる部分があることはなんとなく想像できますよね。著書、線から面へ。カンディンスキーは画家であるだけでなく美術理論家でもあります。ナチスドイツ軍によりバウハウス閉鎖。バウハウスについては別の動画も用意するので、そちらもよかったらご覧ください。パリへ亡命。そこでモンドリアン、ダリ、ミロラと親交。1939年にフランス市民権を獲得し、最も重要な前衛美術家の一人として地位を確立する。1944年、病気によりこの世を去る。お疲れ様でした。最後にカンディンスキーの作品を見てお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。